いつでも宇宙が祝福してくれる許しのすごい力。許すことでこんなに幸せになれるんですね。許せないという感情がすべての幸せを阻んでいる。自分に厳しく人に優しく、石の上にも3年。こんな言葉が通用した時代とは全く違う世界を今私たちは生きています。自分に厳しく人に優しくしていたら、したたかな人にどんどん利用されてしまいます。しかも自分に厳しいから相手に何も言わず、自分が苦しくなるばかり。石の上にも3年と会社を信じて働いていても、会社の業績悪化や倒産などもあり得ます。忍耐を信じて頑張っても報われない現実がこれでもかと押し寄せるご時世です。今まで親に言われたこと、習ってきたこと、信じてきたものが全く役に立たない時代にすでになっているのです。これは時代が悪い方向に行っているということでしょうか。いいえ、私たちが最高に自由に生きられる方向へと世界が変わってきているということなのです。もっとシンプルに、そして様々な形があっていい。私たちは自由なのです。その自由な方向に世界が変わってきているから、私たちも古い考え方の自分を変えて、新しい自分になっていく転換期が来ているのです。私たちは今まで不自由な考え方の癖や執着、自虐などを良かれと思って信じてきました。けれども、その考え方そのものがうまくいかない原因になっていたことが本当に多いのです。さらに、人類が本来の自由な自分になることを最大限に妨げているものがあります。それが許せないという意識です。ですから、許しというテーマは地球にとって実はものすごく重要なのです。宇宙全体の共通意識やエネルギーの視点から宇宙存在たちが単純明快に説明してくれています。バシャールという宇宙存在がいます。40年以上も前からアメリカ人のチャネラーを通して私たちにメッセージを送り続けています。私たちの進化は意識の覚醒、目覚めへと向かっています。覚醒、目覚めとは本来の自由な意識になることです。バシャールが言うには、覚醒、目覚めには5段階のステップがあるというのです。バシャールによる目覚めのステップ。1、すべての人を許す。2、自分自身を許す。3、過去へのリンクを手放す。4、未来の自分にリンクする。5、1から4を全部やって今ここを生きる。目覚めのステップは最初に許しがあるのです。私たちが本来の自由な自分になるプロセスにおいて許せないことがあるとエネルギーのロスになり、すべての進化を阻む最大の要因になるということがわかります。自分も夫も許せないを手放した私の体験。今でこそこうして皆さんに許しやエネルギーのことをお伝えしている私ですが、もともとは目に見えない世界を全く信じてはいませんでした。そのため、それは人生がうまくいかない時期が長く、どん底を体験しています。そして数年前まで自分のことが嫌いでした。人生のどん底を味わって、それを体験している自分自身が嫌だったのです。当時、私がなぜそのような日々を過ごしていたかというと、夫と別居したからです。私はインド人男性と国際結婚しました。そして当時は夫と2人の子供と家族4人で東京に暮らしていました。お金や仕事、家族のことでたまに夫と喧嘩をすることはありましたが、それなりに楽しくやっていたのです。ところがある時、夫の母親が病気になり、夫だけインドに一時帰国しました。すぐに帰ってくると思ったら、私は日本に帰りません。あなたが子供と一緒にインドに来てください。と何度も言うのです。しかし、夫も夫の家族もみんな無職。そんな状況で子供を連れてインドに行けるわけがありません。そのため、日本とインドでの別居が3年も続いてしまったのです。当然、夫からの仕送りはなく、むしろ夫や夫の家族から生活費を送ってと言われる始末。私は彼らの無神経さにうんざりしていました。普通に考えてみてもおかしいですよね。
日本では奥さんがフルタイムで仕事をしながら女手一つで1歳と3歳の子を育てている。そしてインドでは夫とその家族が仕事もせずにゴロゴロと日々を暮らし、生活費をせがんでくる。離婚だとなって当然です。しかも夫と日本で働いていた理由は、インドの家族とゲストハウスを作るため。日本で働き、インドのゲストハウスに投資をしてを繰り返していたのに、ゲストハウスは一向に立ちません。そして追い打ちをかけるような夫との別居。八方塞がりの状況になり、もともと明るかった私はすっかり別人のようになり、いつも自分を責め続けていました。こんなはずじゃなかったのに、もっと良くなるはずなのに、なんでうまくいかないの？結婚しなければ、過去にあの経験をしなければよかったのに。今もこの先ももう無理だよ。絶対無理。何をやってもうまくいかないし、もう人生の大逆転とか絶対ない。こんなもんで人生終わるんだよ。これが人生なんだよ。私の実力はこんなもんなんだ。と常に頭の中で自虐の声をリピートさせ、自分を批判していました。自分自身を許せないし、夫や夫の家族、彼らと過ごした時間や経験も何もかも許せない。夜中子供が寝静まった後によく一人で考えていました。辛すぎて本当は泣きたかったのですが、本当に辛い時って涙が出ないんです。心でその自分の辛さを認めるだけで精一杯でした。そんな経験をしている私ですが、今ならなんでそのようなことになっていたかが手に取るようにわかります。あの時にうまくいかなかったのは、まさに屈辱的な経験をした自分を許せず、相手を許せず、いつもそのことばかり考えて執着していたからです。宇宙や波動エネルギーのことなんて全く考えたこともなかったですし、知りませんでした。その中で今の現実を変えたいともがきまくって、結果が出ないまま10年も経っていたのです。そこから自分は何に苦しんでいるのか、自分の気持ちと丁寧に向き合い手放してきました。そして乱れまくっていた気持ちを整えるように波動を意識しました。そしたらいつの間にか自分自身を許し、人もすべての出来事も深く理解し許していたのです。そして自虐した理由、許せなかった理由、うまくいかなかった理由が分かりました。そこから許すことでこんなに現実が変わるのかということを身をもって体験しています。現在は毎日穏やかで夫とも仲良くなり、家族と楽しく暮らしています。さらに経済的にも豊かになって様々な夢も実現しています。許しのプロセスを経験することで自分自身を深く知ることができます。自分自身をよく知れば宇宙の法則に気づき始めます。宇宙の法則に沿って生きることは人生の豊かさに欠かせないのです。宇宙は制限がなく自由です。それが本来の私たちなんです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回はいつでも宇宙が祝福してくれる許しのすごい力という本をご紹介します。あなたには許せない人や許せないことってありますか？具体的に思い浮かぶ方もいれば、許せないことってあるかななんて思う方もいるかもしれません。では、これはいかがでしょうか？あなたには自分の許せない部分や自分の許せない過去がありますか？これはほとんどの方が心当たりがあるのではないでしょうか。自分に対してでも自分以外に対してでもどちらにしても多くの方が許せない思いを持っているのです。その許せない思いを取り除くことで人生がガラリと変わるらしいんです。許しにはものすごい力があるんですって。著者はスピリチュアルあきこさん。スピリチュアルヒーラーであるあきこさんは2015年からスピリチュアル活動を始め、トータル2000人以上のセッションや講座などをこなし、現在はインドで旦那様と3人のお子様たちと暮らされています。自分自身には全く持っていないと思っていたスピリチュアル能力が徐々に開花してきた経験から、誰にでもスピリチュアルな能力はあるということに気づき、その事実を伝える活動をされています。そんな彼女が許しのすごい力を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ
最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。許しとは何か、許せないとは何か。許しについてウィキペディアではこう説明されています。許しとは、当初は不当に扱われたと感じた者が受けた侵害についての気持ちと態度の変化を経験し、憤りや復讐などの否定的な感情を乗り越える一連の意図的かつ自発的な過程である。否定的な感情を乗り越える自発的な過程、つまり自分で乗り越えることが許しなのですね。人は常に自分を批判し、いいとか悪いとか何かしらジャッジしています。過去の出来事、今のこと、未来のことを持ち出して常に頭の中でダメ出しをしまくっているのです。そのようにしていると自分の元々のパワーが落ちてしまいます。もともと持っているパワーが落ちると他の人が気になり始めます。そして過去の出来事を蒸し返したり、頭の中でダメ出しやジャッジしたり、自分だけでなく他人のことまでするようになります。そして常に意識が問題に向き、自分や他人への不満でいっぱいになるのです。自分の未来は現在の自分が意識している世界が現実化していきます。ですから今どんな意識でいるかがとても大事なのです。ところが頭の中が不満や批判でいっぱいになっていると、それが未来を形作っていきます。今の意識にいつもある不安が物事をうまくいかなくさせる要因になっていくのです。そして許せないという感情は現実とリンクして望ましくない状況を引き寄せます。許せない出来事や問題が連鎖する流れ。1、過去の嫌な出来事、未来の不安、嫌な人、自虐、問題に意識が向く、エネルギーを取られる。2、自分がエネルギー不足になる。3、人からエネルギー補給しようとする。人のことが気になる。人を攻撃する。頭が常に思考でいっぱい。4、自虐でさらに自分がエネルギー不足になる。5、1に戻る。このように許せないという感情一つが出口のない負の連鎖でぐるぐると巡っているのです。かつての私もまさに自分にも人にも文句ばかり言っていました。自分や人に文句ばかり言っているということは、自分の内側に不足の思いや手放せない何かがあるということです。自分や人、出来事を許せず、向き合うべきことから目を背けていると、見たくもない現実がこれでもかと押し寄せてきてしまいます。人に対して思っていること、行っていることは全て自分に返ってきます。憎しみやネガティブな思いは自分自身を苦しめるエネルギーになり、自分のパワーを分散させるのです。この世のからくりや私たちの意識は非常にシンプルな構造をしています。そしてエネルギーのことが分かってくると、今何があっても大丈夫だと思えるようになります。心は自由になり、気持ちも軽く、願望がどんどん叶い始めます。大丈夫。あなたもそんな生き方がいつからでもできるのです。許していくと自分に力を取り戻すことができる。それでは許していくことでどうなっていくのか。それは自分に力がどんどん戻ってくるということです。一つ一つの出来事や人、自分を許していくと自分自身の力が溢れてきて生きやすくなります。そして軽やかになり、寛容で豊かな視点から物事が見られるようになります。その結果、自分にも人にも優しくなっていきます。そうなると世界はどんどん優しく感じられ、生きやすくなり、しかも思い通りに動いていくのです。ただ、自分が許していない感情があると認めるのは本当に嫌なことだと思います。そして許そうとすると心の中に抵抗が生まれるでしょう。そんな時のためにバシャールはこう伝えています。許すからといって相手の行為を良しとするわけでも
その行為に対する相手の責任がなくなるわけでもありません。責任と許しは別のものです。許しとは、その状況を正しく理解するという行為です。そして、その状況に対する判断を緩めるということです。許すのではなく、状況を理解するのだと視点を変えれば、許すなんて無理だと思っている気持ちが少しは緩むのではないでしょうか。許しは簡単で心地よく、リラックスできる、波動が上がる。あらゆることを許し、許可を出していくことはメリットしかありません。ただ、許しが人生にも世界にもいいことは分かった。でも、実践するのは難しいと思われた方も多いかもしれません。そこで私が最終的に行き着いたのは、波動を整えることと潜在意識の書き換えです。波動を整える。意識が過去や未来に向いていると、過去を悔やんだり、未来を不安に思ったりして雑念が増えます。その結果、あなたのエネルギーを過去や未来に明け渡すことになってしまいます。そこで意識を今に向けること。これが波動を整えるのに大切になります。ただ、少し訓練が必要かもしれません。そこでまず、リラックスする時間を持つ。好きなことをする。何かに没頭する。ここから始めてみてください。作業に没頭すると無になります。そしてリラックスするとほっとして安心感を覚えます。この時、意識が今にあります。そして精神がニュートラルな状態になるのです。意識が今にあり、精神がニュートラルになっている時は、勝手に波動が整っていきます。波動が整うと、いつの間にかいろんなことを許すことができるのです。潜在意識を書き換える。強烈な経験や苦痛を繰り返し体験することによって、許せないという強い感情が生まれます。波動を整えても、すぐにまた許せないという強い感情がぶり返すことがよくあります。そしてまた波動が乱れてしまうのです。この場合は潜在意識を書き換えることによって意識的に波動を変えることができます。実は意識も現実も波動という目に見えない波でできています。意識は同じような波長を持つものを引き寄せることによって現実が形作られていきます。本来私たちはもともと波動が高く自由で制限のない存在です。しかしわざわざ思い込みを作って波動を下げているのです。波動を下げることでこの世に存在できているのですが、ほとんどの場合、もともと自分が制限のない存在だと忘れているので、波動を下げすぎて生きづらくなっているのです。思い込みを外し、制限を手放し、自由になっていくことで波動は高くなります。波動を上げるというより、本来の波動に戻していくのです。許すことによって体も心も緩み、本来の波動に戻ろうとします。楽になって健康になります。そして現実も柔らかく動いていきます。許せないという感情の波動は重いので、心も体も現実も波動が下がるのですが、許すと体が軽くなり、波動が自然と上がっていきます。許すことで人生はスムーズにいく。私自身も過去に許せない人がいて5年以上憎んでいました。許そうとすればするほどイライラムカムカしてしまい、その人のことを考えると過去の時間を返してほしいなどと思うほど、信じて裏切られた許せない気持ちが長らく続いていました。しかしある時、ふっとその人の話題が上がった時に、何とも思わない自分自身に気がつきました。なんと晴れ晴れしいのでしょう。実はその少し前あたりからものすごくたくさんの方から感謝されるようになり、収入も増えたりしていいことばかりが続いていました。そうなんです。いいことばかりに意識が向いていたために、憎んでいた人のことをすっかり忘れていたのです。それほど現実が楽しくてエキサイティングになっていました。憎んでいた人を許せるようになると、今度はどんな自分も許せるようになりました。するととても生きやすくなったのです。これが否定的な感情を乗り越えた自分自身への宇宙の祝福であり、ご褒美なんだと思います。宇宙の源はお母さん、そして私たちはその子供。源から発生したすべての存在は自分自身の分身であり、源のエネルギーそのもの。
源と同じ無条件の愛であらゆるものを見る。これがあなたの本当の姿なのです。私自身もうまくいかないことや許せないことがたくさんありました。そしてそんな自分が嫌だったのです。そこでまずは自分自身の考え方を緩めて、次に潜在意識の書き換えをやっていきました。悲しすぎて泣きながらやったことも少なくありません。今でも自分を責めて苦しくなり、泣きながらやることもよくあります。こうして自分を許していくと、今まで気を張っていた自分自身に気がついて体が緩んでいきます。そして許せば許すほど肩の力がスーッと抜けていきます。笑顔も自然に出てきます。やがて今まで滞っていたのは何だったんだろうと思うほど人生がスムーズに進み始めます。許すタイミングを逃さずに。鏡の法則とはよく言ったもので、許せない人がいるということは自分にも相手と同じ要素があるということです。そして他人を許せないだけでなく、そのような体験をした自分自身も許せないという二重の苦しみを持つことがよくあります。自分自身を恥じ、行動を後悔し、自責の念に苦しんでいるのです。ただ、許さないままでいると、現実は今までと変わらないだけでなく、場合によっては今よりひどくなることもあります。今、地球の波動がどんどん上昇しています。地球の波動上昇に伴って、私たちの思考の現実化も早まっているのです。許せないことや苦しいことが現実になるのは嫌だけど、いいことだったら繰り返し現実化したら最高ですよね。ですから、どんどん許して自由になり、いいことを引き寄せていきましょう。本来の自由な魂である自分と、今の不足の自分自身との間に差があると、その差を埋めるための現実が必ず引き寄せられてきます。その差があるのは当たり前のことなのです。その差があるからこそ、私たちはここに生まれ、そして様々な体験ができているということなのです。不足を感じている今の自分が無限である本来の自分に帰っていく。そこに至るまでの過程を一つ一つ踏むたびに、私たちは自由になり、拡大し発展していきます。まさにその過程こそが私たちが体験したかったことです。そして乗り越えた時に得られる達成感は何者にも代え難い素晴らしいギフトなのです。これが物質界を生きるすべての存在がたどる過程です。その体験を自ら選んで生まれてきたのです。宇宙はどんな時でも私たちの味方です。なぜなら私たちはいいことも悪いことも経験するために生まれてきているからです。その経験ができるように最大限の後押しをしてくれています。そして自分がこだわって許せないことを許すことで宇宙から限りない恩恵を受け取ることができます。源のエネルギーは愛そのもの。私たちが愛から遠く離れてしまっていても、この世の体験を乗り越えていくと必ず宇宙からの愛と祝福があります。それを楽しみにしていてください。あれ、いつの間にかあの人のことを許している。こんな日が来るなんて、あの頃の私は全く思いもしていませんでした。私の10年間を返してほしいといつも恨んでいたあの人を、いつの間にか許している今の私は本当に心が軽くなりました。そしてその人に対しても優しい気持ちを向けることができています。本書では宇宙の法則を交えながら様々なワークを紹介します。それらは私が実践して楽になれたものばかりです。簡単で早くて効果があるメソッドだけをお伝えします。私もたくさん許せたことで気持ちが楽になっただけでなく、多くのギフトも受け取りました。どん底の時にこそ人は素直になり、魂の道に気づいて歩み始めます。現在苦しい方も絶対に大丈夫です。今の状況を未来の自分が懐かしそうに目を細めて見守ってくれています。皆さんが少しでも軽くなり、やりたかったことに向かってのびのびと生きられる。そんなお手伝いができるように願っています。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？どんな方にも大なり小なり許せない思いというものはあるものです。その許せない思いが想像以上に幸せを阻んでいることに驚かされました。でも大丈夫です。
本書にはあなたが持つ許せない思いをしっかり感じきった上で、本当の意味で許す方法を教えてくれるんです。記憶の奥底に追いやるのではなく、きちんと受け入れて認めた上で許すのですね。本当にそんなことできるのと思いますが、本書にはそのためのワークもたくさん紹介されており、読めば必ず今よりも軽くしなやかな自分になるはずです。バシャールやエイブラハムなどスピリチュアルに興味のある方ならよくご存知な宇宙存在のメッセージと許しの連動もとても興味深いんですよね。あなたも許しの深遠な世界に触れてみませんか？興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。